相手が強い時の引き込みについて説明します。まず相手が強い時はむやみに近づいたらテイクダウンされてしまいます。例えば今この辺だったら大丈夫なんですけれども、ここまで入ってしまうとタックル入られてしまいます。ですから入られないところにまずはいるということが必要になります。で、あと回るときは相手の死角の方に次足で回ります。というのは足が交差してしまうとタックルとか入られたときまず切ることができません。でも引っ込むときには掴まないといけませんので、どこを掴むかについて説明します。で、片袖を握れればいいんですけれども、片袖握ろうとしたときに相手が逆に取られてしまうことがあります。ですから危険ですけれども、もし取れた場合はこの辺相手を近づかせないようにむしろ抑えるぐらいの感じでいます。というのは引いてしまうと相手は攻めてきてしまいますので。で、片襟を握れない場合は片袖を握れない場合は片襟を下の方を握ることをお勧めします。で、左手は相手の膝の方に伸ばしておきます。そうすると相手がこっちに来ても払い腰に来ても止めることがしやすくなります。で、あと相手が奥襟を掴んできた場合ですね。掴まれた時に自分も慌てて相手を掴んでしまうとそのまま投げられてしまう恐れがありますので、相手が掴んできたら素早くその手を握り返してその場で近づかないように座ってガードの体勢に入ることをお勧めします。そうするとテイクダウンもパスガードもされづらくなります。で、あと投げられづらい組み手について説明します。で、取れれば帯を握って突っ張っておくのがおすすめですね。先ほどと同じように右手はここに置いておくと相手の足の攻めを防ぐことができます。ただ帯は握りづらい時もありますので、あとない時もありますので、そういう時は襟の下の方を取っておけば同じ話ですね。で、なんで片襟を掴んだ方がいいかというと、横襟、普通の襟を掴んでしまうと相手に引き出されてしまいますので、脇が入ってしまいますので技に入られてしまうことがあります。で、片襟を取っておくと相手が引き出しづらくなりますから、技をかけようとしてもかかりづらくなります。ですから相手の技を防ぐ上で片襟を取った方が望ましいです。ただし帯とか取っても背中が丸まっているとそのまま帯を取られて帯取り返しなどされることもありますので、その辺では注意してください。